パチンコ屋の駐車場が満車なのを見て不思議に思った人もいるだろう。いい大人がレバーを握って何時間も画面を眺めているのはみっともないと感じる人もいるかもしれない。僕もそうだった。初めてパチンコ屋に行ったのは友達との付き合いだった。うるせえ。とりあえず適当な台に座り1000円を入れる。一瞬で1000円は消えた。は？もう終わり？何が面白いんだこれ。もう一度1000円を入れてみる。お、来た？大当たり。さっきまでの不安から一気に解放されて、まるで空を飛んでいるような開放感に頭がカーッと熱くなった。おお、吐き出されるパチンコ玉が手に当たる感触、激しく発光する液晶、積み重なるドル箱、うるさい音、全てが心地よかった。その日は5万円買った。お前すげえな。いや、たまたまだよ。才能あるんじゃね？僕の心に今まで感じたことがない高揚感が残った。それから1週間はパチンコ屋に行かなかった。ただ仕事をこなしながら頭の中では何度もパチンコで大当たりしたことを思い出していた。楽しかったな。5万円を一瞬で稼いだんだよな。仕事帰り初めて一人でパチンコ屋に行ってみることにした。誰にも見られていない。1000円で5万ってことは1万円かければ。運が悪くその日は3万負けた。うわ、最悪だ。マジで最悪。さすがにへこんで飯が喉を通らなかったが、依然として頭の中はパチンコのことでいっぱいだった。次の日も2万負けた。ただ前に5万円勝っているので、また大勝ちすれば取り戻せる。大丈夫。まだ慌てるような時間じゃない。そのうち1日5万円負けてもへこまなくなった。あ、毎日パチンコのことを考え、スーパーの値札はスロットにしか見えなくなっていた。その頃から街でパチンコ屋の音が聞こえてくると吸い込まれるように店内へ入るようになった。お金が底をついたのは8ヶ月後だった。まだ取り返せる。テレビやパソコンを売ってパチンコの資金に充てることにした。そのお金も消えたので親に借りることにした。親にも縁を切られたので僕は借金をして打つようになった。パチンコの入り口には ATM があるし、近くには無人の金貸し機がある。幸いなことにパチンコ店の周りにはお金を借りられる場所がたくさんあった。初めてお金を借りるときは緊張した。まず免許証をスキャナーに置き、いくつか個人情報の入力と、あと音声でのやり取り。お金を借りたいんですが。はい、どのようなご利用でしょうか？学費です。承知しました。拍子抜けするほどあっさりお金が借りられた。その日からことあるごとにお金を借りた。だが申し訳ありません。年収3分の1までしか借り入れできないと法律で決められていますので、これ以上はお貸しすることができません。ついにその時が来た。いろんな消費者金融5社からお金を借り、借金は600万円に膨らんでいた。終わった。毎日延滞金で働いた分のお金が消える。中には闇金から追われて自殺する人もいる。メンタルがやられ死にたい気持ちでいっぱいになった。パチンコ依存症になると家庭は崩壊し離婚する。その後自殺するか、もしくは債務整理して人生をやり直すのが王道パターン。僕は自己破産を申請した。ダメか。パチンコで作った借金なので自己破産の申請は通らなかった。その代わり任意整理と言われる現在の支払いよりも負担を軽くする手続きをしてなんとか生活ができるようになった。死なずに済んだな。今でもその借金を返し続けている。馬鹿げた話だけど、こんな状況でもまだパチンコがしたかった。パチンコしてえな。パチンコ依存症は脳の構造が変化し、パチンコをやっている時だけ興奮する脳に変わる。意志の弱さは関係ない。せいぜいお金を手の届かないところに置き、できるだけパチンコ屋の近くに行かないようにして距離を置く。なんとかここ1ヶ月間だけパチンコ屋に足を運ばないことに成功した。それでもパチンコ屋の前で立ち尽くしてしまう時がある。そんな時は思い浮かべるようにしている。パチンコにはまって失ったものを。パチンコさえなければもっとマシな人生だったのに。バカだ。冷静になって考えれば世の中にはパチンコよりも面白いものはたくさんある。にもかかわらず僕は今日の授業は終わり。また来てね。